こんにちは。今からですね、今日はすごく楽しみにしてて、今からマーシャとご飯食べて、それから根曲をね見に行きます。你好。7561。ちょうど今日ね今学期の最後のレポート書き終わって、ほんで、多分ね今学期やることはだったからちょっと、ほっとしたっていうか、レポートは中国語でね今回書いたんだけれども、私1000字以内のレポートとか小さな書き物は最初から中国語で書いて、1000字以上は最初に日本語で書いて、それを中国語にすることにしてるので、そうじゃないと自分が何書いてるかも分かんなくなってくるから。ほんで今回ねちょっと普段使ってる翻訳ソフトとチャット GPT の2つ使って、なんかそれを参考しながら自分で、さすがにねそれコピーペーストはできないですから、そこまで精度があまり良くないので、もちろんね中国語のね文献を普段から読んでおくっていうのはその語感を養うために大事なんですけれども、ほんでなんか私チャット GPT 翻訳に使うの今回が初めてで、ほんでワンフレーズずつねそれに入れてたの。そしたら5回目ぐらいから翻訳してってお願いしたのに、途中からチャット GPT がもう自分でなんか論文書き始めて、私びっくりして、頼んでないのにって。でそれでもちょっと読んでみたらね、めっちゃ語彙力豊富でもねものすごく何か言ってるようで何も言ってなくて、なんかちょっと安心した。あと少しで私いらないところだった。今日はねメキシコ料理のお店らしくって、行ったことないんだけど、でなんかね、学期末になったらねいろんな人とね、もう夏休みとか入る前にご飯行こうねとか約束するんだけどね、もう結局あんまりほとんどの人ともうねちょっとお互いに忙しくっては、でも今日はねマシャとご飯食べれるので嬉しい。Hi Masha. Hi, hello. Nice to meet you. Okay. Rice, mashed potatoes. Oh, here. 黑豆，你喜欢吃冰淇淋？可以。黑豆吧。Put it back? Yeah. Yay! Fireworks. I don't think it's because it's a paper, because you can, you see, they're inside. Oh, Yeah. You want me to try it? Okay. Fine. Sure. Okay. Wow. 你好。It's cool. It's pistachio. Pistachio derby? Yeah. 梅兰芳大剧院。もうそろそろ時間なので劇場に入る。ボタン亭という有名な演目を見ます。しかも今日はなんと280件の席。今もう11時前ですが、部屋に帰ってきました。7時半から始まって、もうみっちり2時間半の演目でした。今日見たボタン亭は根曲の中でももうすごく有名な演目で、ハオビッキという映画の中ではレスリー・チャンがその当時北京を占領していた日本軍の前でそれを踊るというシーンがあります。でもう今日2時間半で私ずっと本当に集中して見てて、もうなんでそれがそんなに有名なのか分かりました。本当に傑作だなというふうに思いました。でそのストーリーはね結構ねマジかみたいな感じなんだけど、宋の時代のその高官のもとに生まれた娘がいて、当時は
交換のもとに生まれた女性はもう自分の好きにできずに、もうずっと家の中にいなくちゃいけない、外にも自由に行くことができない、そのような状況にありました。ほんでその娘がですね、夢を見るんですね。でその夢の中で男の人に会うわけです。でその男の人の好きになって恋をするわけですね。でもその後彼女は衰弱して亡くなってしまうんです。で亡くなる前に自分のね肖像画を描いて、ほんでそれを残すわけです。でその夢の中で出会った男は実在していて、その男性も同じ夢の中で彼女に出会ってたんですね。で彼女を探すというふうに言って彼女を探す旅に出かけて、その旅の中で彼女が残した彼女の肖像画に出会ってですね、ああこの絵の中の人は自分が夢で出会った女性だというふうになるわけです。ほんでそれでまた夢の中でね、その彼女が出てきて、私の棺はここに埋めてあるからそれを掘り起こして、でそれで私は生き返るからっていうふうに言うんです。ほんでその男の人がそこまで行ってこうやって棺を掘り起こして、で彼女が生き返って2人は幸せにハッピーみたいな、そういうハッピーエンドのお芝居でした。でこうやって言ってしまうとね、ものすごくなんか簡潔なストーリーかと思うのですが、もうねなんだろう、2時間半みっちりそれを演じていて、で特に第2幕ではその主人公の美しい娘の役をしている人が一人でずっとセリフを歌って、そして踊ってるわけです。で本当に美しくて、もう私はもう涙がね出るかと思ってもちょっとだけ出ましたが、はい、女性の役の人は舞台の上をねこうもう私はドタドタ歩きますが、もう滑るように歩くわけです。もうそれどうやったらいけるのかなってめっちゃ気になるんですが、はい。で私明日から実は日本に帰るので、今日まだパッキングまだなので、学食が11時で閉まるので、ベリバリした冷やしうどんを食べて今から頑張ってパッキング。今日はねちょっと忙しかったけど、友人にも会えたし、この根曲も見れたし、もう最高大学期はねなんかもうちょっと頻繁にこのオペラをね見に行きたいなっていうふうに思っています。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。暑いので気をつけて、お互いに体調に気をつけて、はい、じゃあね、バイバイ。